にちは、宮城さくらです。今回は私が先日 HKT48 を卒業したんですが、その時の卒業コンサートのメイクをご紹介したいと思います。題して、どんなに泣いても崩れない最強アイドルメイク。私、ゲームの YouTube は今までやってきてたんですけど、こういうメイク紹介の YouTube は初めてなので、だいぶ緊張してるんですけども、皆さん温かい目で見守っていただけたらと思います。ちなみに今はですね、恥ずかしいんですけども、化粧水と乳液は終わらせていて、カラコンはつけてる状態で、ほぼガチすっぴんなので、こっから本当に最初から最後まで全ての工程を見せたいと思います。それでは、スタート。じゃん。こちらがですね、私がいつも持ち歩いているメイクポーチになります。だいぶ重さがあって、ほぼ重箱みたいな。中身はですね、こんな感じで、これさえあれば、私のメイクは完成する。本格的にメイク道具は集めるタイプです。今回の卒業コンサートのメイクが、私自身が下手だなと思っているところはメイクさんにお願いして、自分でここはどうしてもやりたいっていうこだわりがある部分は自分でするようにしました。なのでメイクさんの道具もねちょいちょい借りてたんですけど、まずベースはもう本当に読み方がわからないんですけどクワルセル韓国のものなんですけど、韓国でのメイクさんが使ってて、こっちが毛穴とかを隠すようで、こっちは顔全体に塗るようの下地をまず使っていきたいと思います。小鼻とか結構汗をかくので、小鼻だけに塗るようにします。結構照明が強いので、コンサートは普通に見たらテカってなくても、ステージ上で見るとすごいテカってる人みたいになるので、かなりマットに仕上げてたかなって。で、これは顔の全体にピンクの方を塗ります。これも薄く塗りましたね。なぜかというと、またこっからもう一個私は下地を塗るんですよ。自分のお気に入りの。なのでもうかなり薄く、あんまり厚塗りにするとまたそれも崩れる原因なので。で、このメイクさんが持ってるこのスポンジがあるんですけど、これがめちゃくちゃ良くて、本当にもう塗ってないやんぐらいの薄さで塗って伸ばすと。普段はこの2つはしてなくて、今回のコンサートだけこの2つは使用したんですけど、いつもはこのジョンセムチョンセンムルって韓国語の発音だと言うんですけども、結構韓国でもかなり人気なブランドなんですけど、ここの下地を使ってます。これはトーンアップの下地なので SPF も入ってて、普段使いもしやすくて、かなり肌のトーンが上がるベースになってます。さっきの下地よりは多めに塗ってたかな。基本はこうやって手で1回置いた後に、でもうひたすらスポンジで絶対になじませる。これするだけでもだいぶ肌のトーンが上がるので、あとキラッともしてるので肌のトーンが上がって、これは普段使いにもおすすめですね。一旦化粧下地は終わって、次にファンデーション。これも最強アイドルメイクのポイントでもあるんですけども、この2つのファンデーションを使います。ジベルニのミルチャコボファウンデーション17番と、これはエスポイラーエスポーでしょ。エスポ悲しい。何にも知らないエスポのプロテイラーファンデーション B グローのアイボリーですね、21番。これはアイズワンの時に実際に韓国のメイクさんが使用していた組み合わせで、特にこのジベルニってやつはどの韓国のアイドルの方も絶対これを持ってたんですよ。メイクさんが絶対にステージ向けというか、崩れないしこうピタッとなって、本当に肌の質がよく見える陶器肌が作れるファンデーションです。ただこれだけだとちょっと重たいので、このエスポアのツヤ感の出るファンデーション一緒に混ぜて使うのがアイズワンのメイクでしたね。これはちょっとワンプッシュぐらい出して、エスポアのファンデーションの方を、これぐらいの感じになったら、本当は
ヘラとかで混ぜた方がいいんですけど、そのヘラとか持ってないので大丈夫です別に混ぜなくても。でこのファンデーションブラシめっちゃいいんですよ。アイズワンのメイクさんが開発したブラシで、結構韓国でも人気なんですけど、オッセンっていう韓国のそのアイズワンのウォニョンとかミンジを担当してて、私はメイクをしてもらったことはないんですけど、その方が作ったファンデーションブラシで、私は他のブラシもその方のを使ってるんですけど、めちゃめちゃ塗りやすいです。取って中心に塗って、ただこのファンデーションはステージ向きなのかなと思いますね。だからこの動画を見てるアイドルの皆さんにはおすすめなんですけど、適当に塗った後にこの感じでなじませます。このファンデーション本当にいいですよね。韓国だとこれぐらい塗ってる方全然いらっしゃるんですけど、日本だとちょっと長いと思われる方もいらっしゃるかもしれない。でもこれぐらいカバー力もしっかりしてるので、ほぼコンシーラーも使わなくていいぐらい結構カバー力もあってツヤもある。でファンデーション塗ったので、ルナというところのコンシーラーを使います。1番ですね。一番明るい色を使って伸びもいいし、ここまで重たくもないコンシーラーなので、どのファンデーションとも相性がとってもいいです。コンシーラーにも塗り方にちょっとこだわりがあって、まず口周りには絶対塗るようにしてます。ここがなんか気づかないけどくすみがちなので、人間ってこの口周りはまずくすみを取るというか、コンシーラーでカバーしてくすみを取ってますね。あとはこのクマのところもコンシーラー皆さんすると思うんですけど、涙袋のところまでコンシーラーはしないようにしてます。クマちょっとあるところにだけピッて塗らないと、あまりにクマを消しすぎると逆に目がちっちゃく見える時もあるので、涙袋のところにはのせないで、本当にクマのところだけにこうやって伸ばすようにしてます。そして粉を打ちます。先ほどと同じメイクさんが作ったブラシで、今回はやっぱりコンサートなので、いつもはローラ・メルシエとかディオールのパウダーを使うんですけども、コンサートなので絶対に崩れたくない&絶対にテカりたくなかったので、皆さんご存知のイネスーリーのフェイスパウダーを使いました。これはもう絶対に崩れないしテカらないしで最強のパウダーだと思います。なんかいつもの顔になってきた。パウダーは最初に塗りすぎると、またアイメイクをしてる時とかにどんどんよれてきちゃうので、最初はちょっと薄めに塗って、また一番最後にパウダーを打つようにしてます。じゃあ次はアイブロウ、前をしたいんですけど、本番の時もここはメイクさんにしてもらったんですけど、ちょっと今日はメイクさんがいらっしゃらないということで自分で挑戦したいと思います。フーミーのアイブロウパウダー N ブライトブラウン。で私この時髪の毛をピンクに染めてたので、ここら辺とかここら辺の色を混ぜて使ってたんだと思います。元の眉毛よりもちょっと長く描くようにしてますね。なんかそうやって描いた方が顔の余白感とかも消えるし、顔のバランスが良くなる。どうせアイメイクで目をちょっと大きく作るので、眉毛もちょっと本来の眉毛よりは長めに、自分の眉毛をちょっと延長するって気持ちで長く描いて、ドリーウィンクのアイブロウフィルター01ピンクベージュ。あ、でもこれめっちゃ髪色に合うわ。私は眉毛はちょっと髪の毛より明るいぐらいじゃないとなんかやぼったく見えるというか、特に眉毛は普通の地毛よりも髪の毛よりも明るい色にするのは私の唯一の眉毛のこだわりかなと思います。アイメイクいきたいと思います。シャドウはこちらクリオのシンプリーピンク。これ見てる人も絶対持ってるもう鉄板のシャドウパレットなんですけど、結局一番使いやすい。今回私のコンサートがピンクの衣装だったりパステルとか可愛い感じで、セットもピンク系だったので、メイクも基本ピンク系を使おうと思ってこのパレットを使いました。でも普段もこのパレットしか結局使ってない気がします。ブラシも絵描きさんかってぐらい使うんですけど、ちょっと大きめのブラシでまずはこことここを混ぜて使います。で結構メイクさんたちってブワーってシャドウを目の前に置いていろいろこうやって混ぜて
こう手につけてみたいな感じでやって、かっこいいなと思って、私もちょっとぽいことをしてます。2つ混ぜる。結果いいから多分合ってると思うので。混ぜたで混ぜるんじゃなくて、筆で一回混ぜるんだ。そうですそうです。ここでね、ここで混ぜるとなんか結構ムラができると思うんで、一回ここで混ぜて、で最初のベースはもちろんアイホール全体なんですけど、これ色出てるのぐらいで意外と十分です。で反対も同じく、ここでベースの色を結構強めに出しちゃうと、次の締め色とかも全部濃くしないといけなくなっちゃうので、メイクって引き算ができないので、最初はあんまり欲張らないようにするのが大事かなと思う。これぐらいかな。でまた同じ色をナルド袋の方にも全体的に薄く塗って、笑った時にね、笑いじわができる、ここまでが自分の目だと信じて横まで持っていきます。私結構なんか面長というか顔が長く見えるタイプの顔の形なので、アイメイクをするときは横にっていう意識を持ってますね。で反対も同じくします。次は二重のラインにこことここの色をまたこれも混ぜて、二重のラインに作動するときは後ろから塗った方がいいらしいです。そうした方が目尻に行くにつれて濃くなった方が自然なので、メイクが力塗って残った色でちょっとこっちをなじませるぐらいの位置でやるとちょうどよく外にね色がいってるイメージになるので、ちょっと横を意識したアイメイクのポイントだと思います。こんな感じ。こっちも同じく目尻から塗っていきます。で上を塗ったら下も同じ2つを混ぜて、ここはさっきは全体的に涙袋全体に塗ったんですけど、次はこれも後ろから持っていって黒目の下らへんまでですかね。で最後はここもちょっと長めに伸ばします。こんな感じ。ちょっと今この状態で見たらってなる人もいると思うんですけど、大丈夫です。でここでまだちょっとアイシャドウの色薄いなって思っても、ここで足しちゃダメなんですよ。もうラインもしてマスカラもして全部の全体見てからシャドウの色を足さないと、もうどんどん濃くなってもう大変なことになるので、いつも私がそれで失敗するので、こんな感じ。ラインを描いてきたと思うんですけども、プロ8チョンダムステイオンジェルアイライナーの2番です。ダークブラウン。私はアイメイクの時に絶対に黒を使わないっていうのがこだわりで、黒を使うと濃くなっちゃうんですよね。あとピンクメイクの時に黒を使うと黒のラインとかが浮いて見えちゃうので馴染みが良くないので、基本絶対にラインとかマスカラは茶色を使うようにしてます。ブラウンなんですけども、ジェルライナーがなんでいいかというと、本当に落ちない。ただ描くのが難しいんですよ。練習が必要なんですけども、これぐらい取って一回手で試し書きします。ジェルライナーのいいところは太さも細さも自由自在なので、濃さもね、それがいいんですけど、それが難しい。ただ本当に落ちないです。で一回試し書きした後にスタンプを押すように内側を埋めていきます。まつげの間と間。いいです。一旦これでまつげとまつげの間を埋めました。でこっからいわゆるラインを引く作業になります。卒業コンサートの時もこのラインを引くのに3回失敗して、1回消してもう1回書いて1回消してってやりました。両肘テーブルにつけて絶対にぶれないようにして目のラインに沿ってしてみます。で重要なのはちょっと遠くにも鏡を置いとくことで、こことここで結構印象が変わるんですよ。難しいな。これは本当に韓国のメイクさんにちゃんと教わりたいぐらい本当に難しいんですけど、本当ににじまないので、これはピタッて密着する感じで本当ににじまなくていいです。かな、もっとちょっと長かったかな、この番の日。一旦これぐらいでやめてきます。で肩を下します。もう角度が違うんだけどね、もう
でもいやちょっと角度違うけどむずいんですよね。まあ一旦こんな感じ。結構長くしたかもしれないです。でラインを引き終わったらオフします。危ない。こういうのでジェルライナーは本当にすぐ固まるので、もう描いた瞬間にすぐオフするのが絶対ですね。筆が使えなくなるので、で落として、もう黒いのが出なくなるなってぐらいまでずっとちゃんとオフすれば大丈夫です。続いてラインをぼかさないといけないので、このシャドウの一番濃いところでですね、これだけを使ってさっき描いたラインをもう上から全て消え去ってくださいというぐらいの気持ちで、もう真上からですね踏みつぶします。全部を踏みつぶしてください。なんていうの、塗りつぶす。あ、そう、塗りつぶす。踏みつぶして踏みつぶしてください。でもこうやって見たらやっぱりこっちの目は踏みつぶすのと踏みつぶすので全然違いません？違う。馴染み方が。こっちの方が仲良さそうな目。全部が調和してた。あ、そうだね。仲良さ。だからシャドウとラインが仲良さそうなの。これは全然意見が食い違ってるので踏みつぶして。これするとしないでマジで変わるので。本当にくびれたくない人はですね、一回こうやってシャドウを置いてあげた後にちょっとあまりにも薄くなりすぎたなって方は何でもいいので、リキッドライナーでちょっと薄くなりすぎたなとか、黒目の上だけとかに足すとちょっといいです。こんな感じで、一旦シャドウとラインをやったのかな。さあ続いてメインイベントがやってきました。でね、私はコンサートの時はこういうですねつけまつげをつけてるんですけども、アイズワンの時も絶対にこういうつけまつげを毎回つけてましたね。コンサートとかやるとね、結構ステージも広いし、結構目が大きく見せないと、ステージに負けちゃうので、こういうのをつけてました。一番私が今までで使いやすいつけまつげに出会ったので、皆さんに紹介したいと思います。ザ・トゥール・ラブ。ラボ。ザ・トゥール・ラボ。韓国のものなんですけど、これは1個ずつね、もう分かれてるんですよ。なので本当のまつげのようにつけられるので、これ結構いろんな種類があるんですけど、今日は 9mm のものなんですけど、本番の時は11のを使ってたと思います。これは韓国のメイクさんが使ってたデュオっていうところのつけまつげのりです。私はまつげパーマをしてるので、こういうつけまを日常的に使う人は絶対にまつげパーマをした方がいいかなと思いますね。本当につけやすくなるので全然。で、つけまつげのポイントはまつげの下につける。本当に下手なんですよね、これ。メイクさんにしてもらったんで、この日。私、モリポの卒業コンサートで自分でつけたんですけど、これつけるのに1時間かかりましたもん。つけてたわ。頑張ったわ。今、こっちの右の目の方だけつけまつげを全部つけ終わりました。もうこうやって見てるだけでも全然違うの分かりませんか？アイドル宮崎さんになって、こっちは眠そうな目になってて。で、マスカラはですね、めちゃめちゃ茶色を使いました。エチュードハウスのラッシュファームボリュームフィックスマスカラのブラウンです。でもこれつけまをつけてるのでそんなにがっつりしなくてよくて、普通に自分のまつげとつけまをなじませるような感じでやります。もうこれだけで、うわ、全然違くて恥ずかしい。ここでまさかメイク動画でこれが出てくると皆さんは思ってないと思うんですけども、これです。何が始まるのと思われてる。これは結構韓国で皆さんやってるメジャーなビューラーの仕方なんですけども、竹串を使ってですね、まつげを上げるんですよ。でもやっぱつけまつげをしてるのでビューラーだと取れてしまったりするので、また火の扱いには本当に気をつけてくださいね。ちょっと黒くなったら一回確認します。大丈夫か。
いやー、怪我してるやん。これぐらいになったら両手を使うのでちょっとこうしますね。ここでこの温めた部分の下からちょっと押さえて、これでまつげを挟んであげる。こうやってやると本当に自由自在にコントロールができるので、普通のブイラーよりめちゃめちゃ楽です。こんな感じ。おー、あの日のメイクになってきた。じゃあ左の目もつけまつげをつけ終わったので、最後のアイメイク修正に入ると思います。涙袋の方のメイクをほとんどしてないので、シャドウのちょっと締め色みたいなのを手で作ります。ここら辺3つをなんかちょんちょん触って、あんまり濃くなりすぎずぐらいの色でちょっとだけ目尻を締めます。黒目がちょうど終わるところぐらいから目尻に向かってちょっと目の形に覆うんじゃなくて平行にするのがポイントです。そうした方が目のね幅がねすごく広く見えます。で左も黒目のとこから平行に。ここで急になんですけども、ポレコズのシャドウパレット9番。あ、これすごい。これのシャドウの名前なんだと思います？ブーケでした。コンサートのタイトルと一緒のこのシャドウで、このピンクを使ったんですけど、まあここら辺も使ってるんですけど、このシャドウは結構ブラシだとつけが悪いので私は手で塗ってました。これぐらい取って目の上ら辺をですね、結構キラキラがつくので押します。ここでこうやっていろいろ付け足すので、最初のアイシャドウのベースとかは薄めにしてた方が後で帳尻ができます。これも押す。こんな感じでちょっとキラキラになってきますね。で、下は細かめのやつでちょっと取って、ここら辺にちょっと馴染みが良くなるのでだけのせていきます。で、やっぱコンサートといえばキラキラなので、これはアイズワンも広告をしていたカラーグラムっていう韓国のブランドなんですけど、これザックザクキラキラっていう感じなので、もうしっかりとラメが入ってるので、これを一回手で広げます。結構ねみずみずしいので、あんまりのせすぎるとよれてきちゃうので、一回手で押さえてから少し手に取って二重の境目ぐらいのところにのせます。そうするともうギラギラ。結構上までやっちゃっていいと思います。アイホール全体に。下はあんまりやりすぎたらあれなので、もう手で適当に残った分ぐらいをちょんちょんとつけるといいです。おー、コンサートっぽい。で、ここでやっと下まつげのマスカラをね塗ります。下のまつげはもう全部の工程が終わった後にしてください。じゃないとラメとかもね塗れなくなっちゃうので、さっきと同じマスカラで下も塗ります。ちょっと濃いめに塗るのがポイントですか。おー、これでアイメイクは完成です。チークはですね、薄いピンクを使うのが好きなので、まず中心を作るためにラワンダのベターデンチーク3番ブルーベリーチップ、ちょっとくすみっぽいピンクを使って、私はブルベなのでブルベの人が似合うチークを使って、結構ちっちゃめのブラシで中心にだけ塗ります。まずで、この後に気分によって変えてるんですけど、このクラビューのアンゴラピンクかコピューのパステルブラッシャー PK07 どっちか。でも私はこっちの方が使うこと多いかな。こっちを使って、これはもう完全に韓国のメイクさんが使ってたのをそのまんま真似してます。周りをぼかすように。このチークめっちゃ可愛いんですよね。なんか赤ちゃんの肌みたいになれるのでおすすめです。あとは鼻のところにだけ私はシェーディングするんですけど、こういうちょっと斜めの切れてるブラシを使ってこの目の下からやるのがポイントですね。
眉間から始まるとあまりにもすごいシェーディングをしている人になっちゃうので、ここぐらいから始めると自然にできるかなと思います。顔が面長なのが結構コンプレックスなので、もうここから塗っちゃいますね。ここは鼻じゃないですってあげてください。そうすると鼻じゃなくなります。むずい。これは韓国の方に教えてもらった方法です。こんな感じ。そしてリップですね。これがないと生きていけない人生のリップクリームです。本当にめちゃめちゃいいので、あ、逆でした。マーリップおすすめです。このペリペラのですね、インクエアリーベルベット14番を使って、私が一番好きなピンクこれ。結構濃いので中心だけ塗って、あ、めっちゃ宮脇さくらになってきた。で、本番のオープニングは正直これだけでいったんですよ。でも、やっぱこれだけだとどうしても落ちてきちゃうので、日中からこれを塗りました。メイクさんで借りたロンマンドのジューシーラスティングティントの15番。これもめっちゃ可愛いよ。お、モニターに映る自分が自分だった。自分だったやっとやっと。次はですね、卒業ドレスの時に私がしていた髪の毛を実際に今やっていただきたいと思います。じゃあまあ5分ぐらいの着替えの時にポニーテールからこの髪にしてもらってました。記憶はないです。ビーチのことも考えないといけないし、もうこのコンサート終わっちゃうみたいになっても、この髪をされてたという記憶は本当にないですね。できたー。完成でーす。いや長い長い道のりでしたが、皆さん最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてですね、私は卒業コンサート用にですね、ネイルもしっかりしてました。最後のドレスに合わせてちょっとピンクっぽい紫っぽいグラデーションのネイルをですねしていただきました。ということで以上、卒業コンサートのメイク、ヘア、ネイルでした。またお会いしましょう。ありがとうございました。